4位はスマホ予約のデジタルストレスだね。サイトが重くて繋がらないと焦っちゃう。こんにちは、〇〇のエキスポラボです。見て、いよいよ横浜花博の開幕が近づいてきたね。そうね、グリーンエクスポ2027、本当に楽しみだわ。でもさ、アクセスや暑さへの不安を言っている人が多くてちょっと心配なんだよね。確かにネットでもリアルな心配の声がたくさんあるわ。東京ドーム21個分の広さだから当然ね。東京ドーム21個分も歩き回るなら現地へ行くのはいろいろと大変そうだな。だけど事前に現地ストレスの正体を把握しておけば全て準備リストに対策をまとめられるわ。不安を準備に変えるってことだね。それなら僕でも楽しめそうな気がするよ。そうよ、今日は現地で遭遇しやすい重大ストレスとその具体的な攻略法を解説するからしっかり対策しましょう。そういえば前回の動画のコメントで筑波博や大阪花博、愛知九博、大阪万博まで全部行ったっていう大先輩からアドバイスもらったんだよね。そうね、本当に貴重なコメントだったわ。今日はそのコメントもしっかり取り入れて解説していくわよ。まずは10位、食事難民とトイレ不足の不安だね。お昼ご飯が食べられなかったら僕泣いちゃうよ。横浜花博でも混雑は避けられないわ。特に会期後半はトイレも長蛇の列になりやすいの。やっぱりすごく並ぶんだね。何か良い対策はあるの？食事は11時の開店直後か14時以降にずらして混雑のピークを避けるのが賢明よ。なるほど、時間をずらすのが一番確実な作戦なんだね。そうね、あとは完全キャッシュレス決済になる方針だからスマホ決済のチャージも必須よ。キャッシュレスの準備も忘れないようにしておくよ。あ、そういえば前回のコメントで食事は朝のホテルでしっかり食べてバスは割り切るしかないってアドバイスもらったよ。万博経験豊富な方からの説得力あるアドバイスね。朝しっかり食べておけばお昼の混雑時に無理して並ばずに済むわ。次のストレスは何？次は9位、高齢者や子連れで参加する時の移動の負担について解説するわね。9位はおばあちゃんや子供連れで行く時に移動負荷だね。会場を歩き回るのは大変そう。会場の起伏や砂利道は大きな負担よね。移動支援の電動車椅子ウィルの導入も検討されているわ。ウィルが使えるなら安心だけど当日はすぐなくなっちゃいそう。そうね、台数に限りがあるから最初から半日程度の無理のないスケジュールを組むのが対策よ。一日中歩き回るんじゃなくて午前中だけ楽しむような工夫だね。その通りよ。あとはベビーカー向けの優先レーンや休憩所の位置を確認してこまめに休むことね。これでおばあちゃんと花博デートも安心だね。優しいわね。でも次の8位はみんなが最も恐れるあの夏のストレスよ。8位は夏の暑さと日陰の消失だね。せやの夏は厳しそう。その通りよ。3月から9月までの開催だから真夏の暑さは大敵だけど日陰が不足しがちなの。へえ、遮るものがない直射日光の下を歩くのは熱中症になっちゃうよ。だから日傘やネッククーラーは完全防備して17時以降の夜間枠を活用するのがおすすめよ。夜間なら太陽が出ていないから暑さも和らいで動きやすそうだね。ライトアップされた夜の庭園も幻想的だし混雑も緩和されて一石二鳥よ。夜の花博デート絶対に行きたいリストに入れておくよ。前回のコメントでも日傘と高性能折りたたみ傘は必須って教えてもらったよ。経験者ならではの実感こもったアドバイスね。それに横浜花博は3月開幕だから序盤は逆に寒さ対策も必要よ。大阪・関西万博でも初日は雨で寒かったって聞いたし内陸の上瀬谷ならもっと冷え込むかもね。そうなの。しかも終わりは9月末で夏と変わらない暑さが残る時期だから開幕と閉幕の両方に注意が必要ね。いいわね。でも暑さだけでなく7位の会場自体の広さと疲労も大きなストレスよ。7位は会場の広さと疲労だね。東京ドーム21個分ってどれくらい歩くの？普通に回るだけでも1万歩や2万歩は軽く超えるわ。会場内トラムも混雑で待つ可能性があるの。そんなに歩くなら足腰がクタクタになっちゃうよ。何か対策はある？1日で全部見ようとせずエリアを分割して回るのが疲労を防ぐ極意よ。今日は東半分、明日は西半分みたいに分けて見捨てるエリアを事前に決めるんだね。その通りよ。あとは当然だけど履き慣れたスニーカーで行くのも重要ね。新品のおしゃれ靴で行くのは絶対にやめておくよ。次の6位は何？6位は全部回りきれなくてモヤモヤする未完了感だね。せっかくなら全部見たいよ。でも横浜花博は192日間も開催されるの。焦って1日に詰め込む必要はないわ。そっか、通勤パスや夏パスを使って何回も足を運べばいいんだね。そうよ。今日は庭園だけ散歩するみたいに目的を小分けにするのがおすすめよ。贅沢な時間の使い方ができるのもこの花博の予算だね。その通
通りよ。分割して楽しむことで精神的な満足度も格段に向上するわ。散歩感覚で何度も行くのが一番の贅沢だね。5位はパビリオンの行列ストレスだね。やっぱり何時間も並ぶのかな。横浜花博では一極集中を避ける設計だけど、人気間の土日は混雑が予想されるわ。やっぱりそうなんだ。少しでも待ち時間を減らす行為はあるの？会場直後の朝一番や夕方以降の空いている時間を狙って逆の行動をとることね。みんながお昼ご飯を食べている時間や帰り始める時間も狙い目だね。そうよ。混んでいたら並ぶのを諦めて屋外展示を回るような柔軟性も大切だわ。混んでたら別の場所へ行く気軽な気持ちで楽しむよ。前回のコメントで初期のうちに混みそうなパビリオンを見た方がいい、後半は1時間待ちが3時間になるって教えてもらったよ。実体験からの重い一言ね。人気間は会期後半になるほど待ち時間が伸びる傾向があるから、優先順位を決めておくのが大事よ。あと地図で各施設出店の配置を明記しておくと動きが速くなるってアドバイスもあったね。ええ、地図が頭に入っていれば迷わず動けるし、混んでる施設出店から空いてる施設出店への切り替えも一瞬で判断できるわ。4位はスマホ予約のデジタルストレスだね。サイトが重くて繋がらないと焦っちゃう。横浜花博も日時指定予約が基本だから、事前準備が勝負を分けるわ。予約を取るのにもコツがあるのかな。予約開始の前に会員登録とチケット購入を事前に済ませておくことね。そっか、来場日時予約を少しでも早く取れるように事前の登録と購入が大切なんだね。そうよ。そしてシャトルバスや主要駅からバスを使う場合はそれの予約も大事よ。確かに行きと帰りのルート確保も重要だね。あとデジタルストレスについては、サイトは混むものと割り切った方が余計なストレスにならないわ。確かに大阪・関西万博でもそう思うようになったら気持ちが楽になったよ。3位は遠征組のホテル選びだね。会場の近くに宿泊先はあるの？実は会場の最寄り駅周辺にはホテルがほぼないから、エリア選びを間違うと移動が大変よ。新幹線を使うならどのあたりのホテルがおすすめかな。新幹線なら新横浜駅周辺、観光もするなら横浜駅周辺、安さ優先なら町田駅周辺も選択肢ね。海老名駅や本厚木駅も良さそうだね。そうなの。シャトルバスの出発駅とホテルの位置関係を事前に逆算して予約するのがコツよ。なるほど、計画段階から花博攻略は始まっているんだね。その通りよ。2位はアクセスの壁だね。駅から会場へはどうやって行くのが一番いいの？瀬谷や三津京、南町田グランベリーパーク、東海市場から出るシャトルバスが基本よ。バスの乗り場は混雑しそうだけど待ち時間は長いの？朝と夕方は大混雑するわ。混雑を避けるなら時間をずらすといいわ。なるほど、少し時間をずらしてゆったりと行ったり早めに帰るのがおすすめなんだね。そうね。あとは交通系 IC カードの事前チャージなども効果的よ。次はお待ちかね、1位の発表だよ。1位が情報不足の混乱だね。博覧会って直前にルールが変わったりするの？そうなの。公式サイトの発表やルールが直前に変更されることはよくあることよ。情報のアップデートを見逃すと現地で無駄な待ち時間になっちゃうね。だから公式 SNS だけでなく、私たちの YouTube やノートのような情報源もチェックしておくのが大切よ。常に最新情報に更新される攻略本を持っておくのが一番の安心だね。その通り。手元に最新の情報を備えておくことこそが最大のストレス防御壁になるわ。よし、僕も今すぐ概要欄のリンクから攻略記事をブックマークして予習しておくよ。そうしてね。では最後にこれまでの内容をギュッとまとめておさらいしましょう。 BK ありがとう。10個のストレスと対策が完璧に分かって不安が吹き飛んだよ。よかったわ。不安を行動リストに変えて準備すれば横浜花博は怖くないわ。みんなも準備をしっかり整えてグリーンエキスポで最高の思い出を作ろうね。今回の要点は混雑と暑さ対策、アクセスの事前確認、最新情報のアップデートの3つよ。まずは今すぐできる準備から始めよう。概要欄のリンクもチェックしてね。本日の詳細はノートの記事にまとめてるわ。高評価、チャンネル登録、ハイプもよろしくお願いします。ノート、X や Instagram もフォローよろしく。